動画を見ていただきありがとうございます。レバーレス鉄拳プレイヤーのケンパチです。この動画ではレバーレスの魅力や実際の操作方法を解説します。少しでもレバーレスが気になっている方やすでに運用している方の参考にしていただけたら幸いです。動画の流れですが、まずは鉄拳におけるレバーレスのメリット、デメリットをシンプルに紹介します。その後、山捨てや最速風神剣などの入力方法を手元動画と一緒に解説します。締めくくりとして、私の所感を交えたまとめや、どんな人が向いているかについてお話しします。私のボタン配置も紹介するので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。また、今後も動画を上げていけたらと思っており、普段はランクマッチの配信をしていますので、ぜひチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ここでは、鉄拳におけるレバーレスコントローラーのメリットとデメリットをシンプルに解説します。まずメリットとして、理想的な山捨てが安定するというものがあります。鉄拳シリーズにて昔から愛されると同時に苦しめられてきた山捨てですが、鉄拳8では仕様の変化により有用性が下がっています。とはいえ、できるかできないかで言えば、できた方がかっこいいのは間違いありません。対戦相手に綺麗な山捨てを見せつけてやりましょう。次のメリットは、簡単に最速風神剣が打てることです。レバーレスでは風神剣の最速入力がしやすく、捨て捨てや切り足風神剣といったテクニックも従来のレバーコントローラーに比べて簡単になります。特に切り足風神剣では最速で入力することにより14フレ以下に抑えられ、有用性はかなり高いです。各班での風神剣やケン風などを対戦中に決め、オンライン中の対戦相手にドヤ顔を見せつけることも楽しめます。次のメリットは 1P、2P どちらでも運用可能ということです。三島使いにとって 2P 専用プレイヤーといったレッテルはよくある話です。私もレバー操作の時は 2P が得意で、サイド決めのじゃんけんが一番の大勝負でした。しかし、レバーレスであれば、練習次第で 1P と 2P がほぼ変わらない動きが可能になります。これで、じゃんけんで負けてもメンタルが崩壊することはありません。最後のメリットは、66入力や666入力が早いことです。今回ご紹介する操作方法は、移動ボタンを増設します。そのため、レバーを前に3回倒すよりも、違うボタンを3回押す方が早くなります。もちろん、レバーなのに、新速で666を入力している方もいらっしゃいますが、それはプレイヤーが人間をやめているので例外とします。他にも、ガードの入力の速さや、リラックスした姿勢でも操作できるなど、いろいろとメリットはありますが、私が良かったと感じた点に絞って紹介しました。次に、デメリットを解説します。最初のデメリットは、慣れが必要だということです。私は、幼少期からピアノやドラムをしていたためか、両手の独立操作が得意だったこともあり、スムーズにレバーレスに移行できました。また、鉄拳から6年ほど離れている時期があり、ブランクの影響により、そもそもレバー操作がストレスになっていたことも大きいです。現在、半年ほど経ち、こうして動画を出せる程度には使いこなせていると思っていますが、まだ奥方向の横移動がスムーズにできないなど、完全には使いこなせておらず、伸びしろだと思い楽しんでいます。ちなみに、どのぐらい早くレバーレスになれるかは大きな個人差があると思います。キーボードのタイピングを指2本でされている方は極めて難しいのではないでしょうか。次のデメリットは、増設ボタンが推奨されるということです。推奨というよりは個人的には必須だと思っています。私はボタンが16個ついているコントローラーを利用していますが、そのぐらいは欲しいです。なんなら、ストライクフリーダムガンダムのコックピット並みにボタンが欲しいと思っています。次のデメリットは上記とリンクしますが、ボタンのカスタマイズの設定が必要だということです。パソコンにつなげての設定が必要なため、人によってはそれが面倒に感じるかもしれません。しかし、逆に言えば自分好みに調整できるのがレバーレスの醍醐味でもあるので、純粋なデメリットではないと思います。最後のデメリットは、細かい移動調整が難しいということです。少し言語化しにくいのですが、鉄拳において細かい距離調整による間合い取りは一番重要な要素だと思っています。
レバーなら感覚的にできるこの微調整が、レバーレスではなぜか少し難しいです。さらに使い込んでいけば、そこも気にならなくなるかもしれませんが、個人的には一番悩んでいるポイントです。ここではメリット、デメリットを解説しました。一つ重要なメリットを忘れていました。それは、とにかく楽しいということです。その理由を動画の後半パートや私のライブ配信で伝えられたら幸いです。ぜひチャンネル登録をお願いします。ここからは実際の操作方法の解説をしていきます。具体的には山捨て、最速風神剣、捨て捨て、切り足風神剣を解説します。まずは山捨ての操作方法を解説します。ちなみに、山捨ての練習の時は、自分のキャラがブライアンやポールなど、スウェーなどが、持っているキャラの方が、山捨てがうまくできているかっていうのが分かりやすいと思います。あと対戦相手はレイナの方がやっぱりモチベーションが上がるのでいいかなと思います。山捨てなんですけども、バックダッシュをしゃがみでキャンセルし、再度バックステップを行うというテクニックになります。コマンド表記で言えば4ニュートラル41、4ニュートラル41の、繰り返しになりますね。で、レバーレスでは4と6を同時に押すとニュートラルになります。それで何が起こるかというと、4をホールドして6を押して離すと勝手にニュートラルになって再度4が入るので、4ニュートラル4のコマンドが完成し、バックダッシュの入力になります。こんな感じですね。はい。で、しゃがみについては、4をホールドしたまま2を押すと1のコマンドが完成します。そして今の4と2を同時押しして1のコマンドを入力している状態から2を離すと4の状態になります。少し複雑になりましたが、別にここの理論は覚えなくて大丈夫です。結論として、レバーレスでは4はずっとホールドしたまま6ニュートラル2ニュートラル6ニュートラル2と押すと山捨てができます。こんな感じです。ただこれだとかなり難しいので、私はここに6の移動ボタンを増設しています。この動画ではここのボタンを青の6と呼ぶことにします。やり方は次の通りです。4をホールドして青の6をちょん押しして2をちょん押し、これでできます。こんな感じですね。こんな感じです。コツとして1のしゃがみ状態は中断攻撃を食らってしまう瞬間になりますので、ここの2のちょん押しはなるべく短く、そして青の6をちょん押しした後にバックダッシュになるので、ここはバックダッシュを伸ばすために青の6のちょん押しの後は少し間隔を空けます。タイミングで言えばタンタ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 タンという感じですね。タンタ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 タンという感じです。コマンド表記を見ると1の状態が1フレになっていますので、理想的な山捨てになっていると思われます。早くするとこんな感じです。慣れてくると息を吸うようにできるので、ぜひ練習してみてください。次に 2P での解説になります。原理は一緒になりますが、私は 2P 用としてここに4ボタンを増設しています。これを青の4と呼ぶことにします。やり方は次の通りです。6をホールドし、青の4をちょん押しして2をちょん押し、これでできます。早くするとこんな感じです。ステージギミックなので左右のサイドの入れ替わりが多い鉄拳8では、両方のサイドで綺麗な山捨てができることは非常に素晴らしいことですね。次に最速風神剣の操作方法を解説します。まず
風神剣のコマンドですけども、6ニュートラル 23RP になります。レバーレスで言えば、6ニュートラル2ホールド 6RP です。最速風神剣を出すためには、最後の6と RP の同時押しが必要です。これが結構難しいです。そこで先ほどの青の6ボタンを利用します。やり方は次の通りです。青の6ボタンをちょん押し、2をホールド、そして青の6と RP を同時押し。これで簡単に最速風神剣ができます。早くするとこんな感じです。ダッシュ風を打ちたいときは66ニュートラル2ホールド、青の6と RP 同時押しになります。チップスとしまして、66の入力は6ホールド青の4ちょん押しでも可能です。普通の人間であればこちらの方がダッシュの発生が早くなります。ただ結構頭がバグりやすいところなので、ここはまあ普通の66ニュートラルでもいいとは思います。次に 2P での最速風神剣の操作方法です。ここでも先ほどの青の4ボタンを利用します。やり方は次の通りです。青の4ボタンをちょい押し、2をホールド、青の4と RP を同時押し。早くするとこんな感じです。もちろんダッシュ風もできます。1P、2P を問わずに安定して最速風神剣を打てるのはありがたいですね。次にステステの操作方法になります。コマンド表記では6ニュートラル236ニュートラル6ニュートラル236の繰り返しになります。レバーレスでもこれは少し気合が必要になります。やり方は次の通りです。青の6をちょん押し26、青の6をちょん押し26、これの繰り返しになります。厳密に言えば26の部分は2ホールド6ホールド2を離す6を離すになるんですけども、ニュートラルを意識せずに早く26を押せば自然とその動作になり、236のコマンドが完成すると思います。個人的なコツとしては、青の6のちょん押しを一定のリズムで取り、2と6をそれに間に合うように気合で押すという感じです。早くするとこんな感じです。次に 2P でのステッセになります。こちらも原理は同じです。青の4をちょん押し24、青の4をちょん押し24の繰り返しになります。左が中指から薬指の運指になるので 1P 側より難しいです。早くするとこんな感じです。
最後に切り足風神剣の操作方法を解説します。切り足風神剣のコマンドは6ニュートラル、3と RP 同時押しになります。レバーレスで言えば6ニュートラル、2と6と RP、この3ボタンの同時押しになります。なかなか難しいです。難しいが全然できません。そこで私は、青の2ボタンをここに増設しています。やり方は次の通りです。6ニュートラル、青の2、青の6、RP、この3ボタンを同時押しになります。さらにここから最速で、切り足風神剣を打つために、具体的には14フレ以下で打つためには最初の6の入力を1フレで安定させる必要があります。そのためには6をこんな感じで滑らせて押すことでほぼ安定して1フレで入力できます。これで、風神剣を打つとこんな感じです。これができれば14フレ各班として風神剣を返したり、みんなの憧れである起源風ができたりします。ボタン3つ同時押しのため慣れるまでかなり時間がかかると思いますが、最速のクリア風神剣は確定反撃、置き、暴れと様々な面で活躍します。私は実戦で切り足風神剣を使い出すと間違いなく強くなったと感じたので、ぜひ練習してみてください。2P のやり方でも、理論は同じです。やり方は次の通りです。4ニュートラル、青の4、青の2、そして RP の同時押しになります。こちらも薬指で最初の4を滑らすと最速の切り足風神剣が出ます。実際の操作方法の説明は以上になります。ここから所感を交えたまとめに入ります。まず鉄拳においてもレバーレスはおすすめです。ただ多ボタンのレバーレス前提にはなります。レバーの時の自分とレバーレスの時の自分でどちらかが強いかを考えた時、少し前までは6対4ぐらいでレバーレスの方かなぐらいに思っていました。ただ切り足風神剣のおかげで今では7対3ぐらいでレバーレスの自分の方が強いと思っており、伸びしろを考えると可能性は無限大です。またレバーレスに移行して良かったかどうかで考えたら100% 移行して良かったと思います。もうレバーに戻ることはできません。新しい発見や成長を感じることが多く、レバーレスはとにかく楽しいです。ただ、誰もがレバーレスに合うわけではないと思うので、そこはご了承いただけたらと思います。次に、どんな人がレバーレスコントローラーに向いているか、偏見もありますが考えてみました。レバーレスコントローラーが向いている人3選になります。1つ目は、器用な人になります。ここで言う器用とは、手先の器用さというよりも、頭の柔軟さや思考の器用さのことです。レバーレスでは、ボタン操作の概念がレバーと大きく異なるため、特に最初は混乱しやすく、頭がバグることもあります。しかし、新しい操作を試して楽しめる人や、状況に応じて柔軟に切り替えられる人は向いていると思います。2つ目は、これから鉄拳を始める人です。鉄拳をすでにしているけれど、これから三島家を触りたい人でも当てはまると思います。レバーである程度鉄拳をプレイしている人は、最初は絶対にレバーの方が動けるので、そこがストレスになると思います。これから鉄拳、もしくは三島家を始める人は、そこのストレスがないことで、純粋に成長を楽しめるのかなと思います。3つ目は、向上心がある人です。
ここは向上心がある人じゃないとダメだよというよりは、一つ目と二つ目に当てはまらなくても向上心があれば大丈夫だよという感じです。責任は取りません。以上、偏見に満ちたレバーレスが向いている人3選でした。最後に注意点として、レギュレーション違反の可能性を案内しておきます。将来、多ボタンレバーレスがレギュレーション違反となり、大会等で使えなくなる可能性が少ないとは思いますがあります。そうなったら私と一緒にストリートファイターに移行しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。説明動画を上げるのは初めてなので、伝わらない部分があったら申し訳ないです。ランクマッチ配信等もしているので、気になる点があれば気軽に質問コメントをいただけると嬉しいです。最後に、チャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。